アンジュ先生ってうん、どれぐらい儲けてるんですか？前職の年収の3倍儲けてます。印税って漫画家とかに入ってくるお金めっちゃ少ないんですよ。いやー SNS はね、無料の営業ツールですね。なんか怪しいね。確かに確かに。一部を切り取ってバズらせるんですよ。足し算でなくもはや掛け算。どうも、声優の月城里奈です。本日はゲストに漫画家のアンジュ先生をお迎えしてお送りしています。イエーイよろしくお願いいたします。いつものやつやっていいですか？どうぞ、やっちゃってください。昭和が生んだ天才美少女漫画家、アンジュ先生です。よろしくお願いします。お願いします。先生挨拶かわいい。いいですね、それ。いいでしょ？ないんですか？ないです。どうもーって感じです。どうもいいな、ちょっと考えておきます。私も。よろしくお願いします。お願いします。アンジュ先生について簡単に紹介させていただきます。はい、元大学職員。そうなんですよ。先生だったんですか？まあその先生というか、私立の大学の、なんかこう、高校とかにいる、こう、事務職員さんいるじゃないですか。いますね。の大学バージョンで学生対応をやってるとか、入試関係のことをやってました。その職業を退職されてから、今はフリーの漫画家として。そうです。何があったんですか、人生。卒業した大学にそのまま就職したんですよ。そうなんですね。なので、大学に学生時代も含めて9年間もいて、長えと思って、なんか楽しかったんですけど、10年目はもういいかなっていうことで、何にも考えずに辞めました。すごい。何にも考えずに辞めた先で漫画家ですよね。そうです、そうです。もともとじゃあ、その職員さん時代に絵は描かれていたっていう。その前に書いてたんですよ。なんか、小学生の夢とか漫画家で、大学とかでもちょっと漫画を趣味程度に書いてて、で、仕事は普通に大学の職員をやって、辞めた時に、なんか好きなことでもやるかっていう感じで、絵とか漫画を趣味の範囲でやり始めたので。それの趣味が今はもうお仕事として。そうなんですよ。すごい。いや、先生すごいんですよ。今では著書が30万部を突破されている大人気作家として活躍されているということで。本当に売れてない時期にアンジュ先生って自分で名付けたんですけど。そうなんですね。まさか売れるとはと思って。さかなクンみたいな感じで、漫画家だから先生だろうみたいな感じで。アンジュじゃなくて、アンジュ先生までで、アンジュ先生ってことですよね。そうです。そっかそっか。先生で呼んでいただいても大丈夫なんですけど、ふざけてつけたら、作家として大先生になってしまって、なんか、すみません。じゃあ全然活躍されてますからね。むしろ先生を大先生に今から変えても全然いいのではってぐらい。今日から大先生。大先生。アンジュ大先生は、サロンもご自身で運営されていて、イラストや漫画の仕事についてたくさんの人にお話しされているということで、サロンですか？はい、オンラインサロンをやってて、漫画家とか、イラストレーターさんって、クリエイターさんってすごい一人で作業されてる方が多いので、確かに、ここの一匹狼のイメージが。そうなんですよ。全然情報もないし、情報共有できたりとか、コミュニケーションできる人がいないから、私も友達欲しいなっていうことで、なるほど。私の友達作りのために始めたのがオンラインサロン。形です。主にじゃあそのサロンで来てくださる方とかは、同じようにクリエイターを目指している方とかが多いですか？そうですね。そういう方が多くて、で、人が集まると、その漫画家さんに仕事を頼みたいみたいな人が現れるので、なるほど。仲介手数料とか、特に営業料とか取らずに、そのままオンラインサロンメンバーにお仕事をこう渡したりとかすることもありますね。そのコミュニティ内で仕事がどんどん増やしていくこともできるし、みたいな。そうです、そうです。情報共有もできるし、なんか仕事もやろうと思えばやってもいいし、みたいな。いや、すごいですね。あんまり聞いたことなかったので、そのサロンってお金払って入るイメージがあるので、お金払わないと何が行われてるかもわからないじゃないですか。ちょっと正直なんか怪しいイメージが。確かに。そう。めちゃくちゃわかります。そうなんですよ。今日はちょっとそんな先生に漫画とさらにお金にまつわる話について、あんまり普段話したことないんですけど、その話をちょっと深掘りして聞いていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ズバリ聞きたいんですけども、ぶっちゃけどうやって稼いでますか？私はね、一番大きいのが、皆さんが想像通りの漫画とか本の印税なんですよ。なるほど。出版したものに対しての印税。そう。一番多いんですけど、印税ってめっちゃ漫画家とかに入ってくるお金めっちゃ少ないんですよ。
例えば、私本が、ちょっとこうビジネス本とか難しいものをこう面白おかしくこう漫画にするようなお仕事が多いんですけど、1200円ぐらいで売ってるんですけど、1200円の教著の先生がいて、教著の先生と一緒に 10% ぐらいしかもらえないんですよ。10%? そうなんですよ。先生と半々だから、5% か4% か5% になってる。じゃあ1200円の本出したら、120を半々で割って、1人60円しかもらえないんですよ。100冊売っても5、60円ですからね。ほんと何千円とかしかならないみたいな、そういうものなんですけど、ギャンブルみたいなところがあって、私、実はそのビジネス本の原稿料ないんですよ。どういうことですか？本を作るとき何百枚漫画を描くんですけど、この間、書籍の執筆中って私、お金もらえてなくて。だから2、3ヶ月、無給で働くし、プラス、アシスタント代が出る。確かに。お給料を払わなきゃいけないから。時給で働いてもらったりとかするんですけど、ずっとマイナスで、出版社に暮らしていけないから、Amazon 欲しいものリストとかで、お菓子でも送ってくれ、みたいな。欲しいものを送ってもらったりとか、教著の先生に、なんか夕飯おごれ、みたいなことをやったりとか、そんなことも楽しくやりながら、3、4ヶ月ぐらいで完成させて売るんですけども、初版何万部出ますので、だいたいアンジュ先生には60万円ぐらい入りますって言われながら、2、3ヶ月、本当にお金もらえてない時期もあるってことですかね？そうです。私はすっごい書籍出してるし、売れてるんですけど、なんかもらえた記憶があんまりなくて。くれアンジュ先生は、さっきも話したんですけど、書籍がたくさんやっぱ売れてるじゃないですか。そうです、そうです。ではない、まだ駆け出しの作家さんとかってそれこそめちゃくちゃ大変じゃないですか。そうなんですよ。だってノーギャラの時期がそんな続いたら、生活できないじゃないですか。そうですよね。どうしてるんですか？必死に売るしかないんですよ。売り方も、今って SNS とか Twitter とかInstagram とか皆さんいろいろあると思うんですけど、それをかなり駆使すると買ってくれたり、興味を持ってくれる人が増えたりするので、私はまず書籍を出したぞということをみんなに知らさねばみたいな形で、どうやったらバズるかとか、書籍読んだらこういういいことがあるよみたいなものをこう漫画とか SNS に出して買えみたいな。確かに先生 SNS めっちゃ上手ですもんね。いやー SNS はね、無料の営業ツールなんですよね。なるほど。こんなにいいものはないと。誰でも使えるし、頑張ったら頑張った分だけなんか結果も返ってくるみたいな。そう。本当今のご時世じゃなければ、これほど本は売れてないと思うし、なるほど。今本読んでる人ってすごい少なくなっちゃったじゃないですか。難しいことを漫画にしたっていうので、興味持ってくれる人も増えたっていうのもありますけど、私自身としては SNS ありきの漫画家じゃないかなって自分で思ってます。具体的に SNS をこのツールとして使うっていうのは、例えば自分が書いた漫画とかの最初の方だけをなんか無料で公開してる方とか、ああいうことですかね？やりますね。なんか一部を切り取ってバズらせるんですよ。なるほど。税金の話だったら、経費の一覧みたいなページだけあって、これさえ覚えとけば、副業やってる人も経費としてメモできるよね。ブックマークしとこうみたいな形で、バズらせといて、下に Amazon の購入先みたいなのを、私が書いた本です、よろしくね、みたいな感じで言うと、買ってくれたりとか。その1ページでめちゃめちゃ関心を引いて、じゃあこんな内容だったら読みたいってなるから、結果本が売れるみたいな。そうです。こりゃいいぞみたいなところを、なるほど。一番美味しいところを少しだけ出して、もっと読みたいだろうみたいな。読者からしたら、そこが面白ければ面白いほど全部読みたくなるっていう。そうです。あと、無料キャンペーンもやって、2、3ヶ月無給で働いて60万円もらいましたって言って、そのお金から私、書籍50冊買いましたって言うと、すげえ男気あんじゃんみたいな。私がせっかく書いたから皆さんに読んでほしいですみたいな形で、無料のプレゼントキャンペーンをやると、めちゃくちゃリツイートされるんですよ。ありますよね。フォローされて。なんか、どこから来たの君たちはぐらいの人数がほんと来ますよね。ああいう検証とかそういうやつって。そうなんです。お金を渡したりするっていうのはあんまり良くない気がするけど、自分が頑張った仕事を見てほしかったりとか、興味を持った方はぜひ拡散お願いしますみたいな形でやると、抽選に外れた方も、なんか興味持ったんで買いますとか、結果もっとこう認知が広がり、かつ読んだ人も一生懸命感想を書くし、相乗効果でいいことしかないですね。広告費みたいな。なるほど。だったらまあ自分で50
YouTube 買うぐらいいいかなって思っちゃうかもしれないですね。そうリターンがでかいんじゃんみたいな。そこ考えるのはやっぱさすがですよね、先生。リターンのこと考えて出資するとか、投資するとか、回収していかないとってことか。やっぱり、銭を取っていかないと。銭を取って、月城あんまり稼ぐことを考えたことない人生で、でもやっぱりお金についてちゃんとしっかりしてる友人とかって、ちゃんとしっかりしてるんですよ。本当に他のとこでも、なんか人生とかうまくいってたりとか、買い物上手だったりとか、そんなところで節約してるんだみたいな、私にはない術をいっぱい持ってるので、やっぱ考えてるってことですよね、それは。逆に、あんまり私もね、いくら稼いでるとか、細かくはやらないんですけど、一個でっかい目標を決めて、これやりたいな、例えば海外旅行行きたいなとか、大きい支出を考えて、そのためにはこのぐらいのお金が必要だから、稼がんとあかんな、みたいな形で。大きい目標を立てて、それに向かっていくにはどうすればいいかっていうので、ちっちゃい計画を立てていく。そうです、そうです、そうです。すごいな。本を一生懸命売ってる漫画家って、出版社からも見た目がいいんですよね。なるほど。この人めちゃくちゃ宣伝するやんみたいな。なんかいろんなところから仕事をして、こんな仕事をやりました。皆さん聞かないと損ですよ。自分のやったことをめちゃくちゃ一生懸命なんか宣伝したりとか、お前見たか君も見たかみたいな形でやってる人ってやっぱりもちろん技術も重要だし、実績とかもあるかもしれないですけど、次もこいつ頼んでみるかみたいな。なるほど。そうか、見てる人は見てるから、そういうところも。だから次もこの人だったら盛り上げてくれるんじゃないかみたいな。漫画家としての活動だけじゃないですよね、それ当てはまるのって。私も結構同じようなことがあって、ゲームめっちゃ好きなんですよ。なので自分が CV を担当させていただいたゲームとかを結構やり込むタイプなんですけど、めっちゃいいですね。それをすごいスタッフさんに褒めていただいたことがあって、なんかこんだけ楽しそうにやってくれるんだったら次もお願いしますみたいなことがあったので、ちょっと似てますかね。おっしゃる通りでございます。本当ですか。フォロワーさんに見える形だったりとか、ファンの人に見える形だったりとか、すればするほどゲーム会社だったりとか、そういう制作会社さんはすごい喜びますよね。なるほど。自分でやるだけじゃなくて、発信していくことが大事ですかね、じゃあそうなると。配信していいのか良くないかとか、発信 OK かとかのあれもあると思うんですけど、私はガンガンやっちゃって、そこの宣伝になるんだったらすごくいいんじゃないかなって思って。なるほど。意外とね、みんな仕事したらしっぱなしになっちゃったりとか、私はどんなちっちゃい仕事も、やったから見ろみたいなのは、まあ見てほしいっていうのもあるんですけど、受けがいいのかな。いや、大事ですよね。でも、先生結構すごい成功されてるイメージなんですけど、もうお金もいっぱいって感じなんですけど、失敗したこととかってあるんですか？失敗したことね。私はさ、何も目標もなく仕事を辞めたじゃないですか。人生解放されたと思って、脱サラだみたいな感じで、月火水木金働いて、そういう生活がなくなったんです。いっぱいできて何をしたかというと、家でずっとゴロゴロして、いわゆるディズニーつむつむみたいな、ああいうスマホゲームみたいなのを一生やり続けて、絵描くじゃなくて、つむつむやってたんですか？つむつむやってたんですよ。どういうこと？友達にハートを送り合う、アイテムを送り合う。めっちゃ来るんだよな、あれ本当に。2年ぐらい会ってないことだからハート来ますよね。それ。あれ何？私です。生活してたんですけど、これはちょっとダメなんじゃないかなっていうのを自分でも思って、じゃあイラストとか漫画とかを仕事にしたいなって人に言ったか、当時 Facebook とかで言ったら、すると駆け出しのクリエイターみたいな人をめがけて、悪い人が寄ってくるんですよ。所属してたりとかすると、この仕事って怪しいですよねとか相談できる人がいるんですけど、そうですね。個人でやって、勝手にこうやってますみたいな人だと、儲かりますよとか、怪しい言葉でね、惑わしてくるから、悪いやつは。だから絵とか漫画とかやりたい人って、いわゆる本に憧れるんですよ。書籍出版、本をいつか出したい、自分の作品を世の中に広めたいみたいなものすごく憧れるので、電子書籍詐欺みたいなのがあるんですよ。何ですか、電子書籍詐欺って？うちに10万円払って制作、電子書籍として漫画をまとめます。書籍をまとめます。そうすると、うちで、営業してどんどん作品売っていくので、月100万円入ってる人もいるんですよ。っていうような、美味しいのか美味しくないのかよくわかんない。なっちゃいました、今私も。話が来るんです。10万投資して100万返ってくるならいいかなって。いいですよね。ですけど、よくよく今考えると、別に電子書籍出すのにお金なんていらないんですよ。
紙で出すのと電子書籍で出すのって、お金の部分で変わったりするのかなって思ってたんですけど。全然関係ない。もう本当、まあちょっとした作業が必要です。パソコンのね。そうです。営業とかもいらないし。さっきも言った SNS とかがあれば買ってくれる人がいるので、よくよく考えるとそんなもんいらないし、月100万円儲かるっていうのも、レアケースとしてあるかもしれないですけど、全員が全員儲かるわけないじゃないですか。そうですよね。本の内容とかにもよりますよね。そう。脱サラした遊んでた女が、いきなり月100万円ぐらい儲かるような、何かアウトプットが出せるかっていうのも絶対にないし、とりあえずじゃあ10万払えばいろいろ教えますよ、みたいな、あったので、多分こういうちっちゃい詐欺みたいなのもきっとあると思うので、そこら辺は漫画とかイラストを描くっていうのに、マイナスはないです。自分でお金を出さなきゃいけないっていうのはほとんどないので、むしろこう依頼されて、お金をもらって書くことはあれど、自分でこう何かを出版するときにお金を出してやってもらうっていうことはほとんどないので、いっぱいあると思う。でもコンサルとか、今は、コンサルって怖い言葉だ。ね、SNS コンサルとか。SNS が発展したがゆえに怪しい職業が増えてきましたよね。そう。だからこういうのも一個一個気をつけた方がいいし、誰か相談できる人がいた方がいい、ね。なるほど。周りの人がきっとクリエイターじゃないとか、サラリーマンの友達しかいないとかだと、本当に誰にも相談できない。そうですよね。で、私もあんまり友達いないんですけど、だから仕事の話を聞いてくれる友達がいないし、まあ友達がいたとしても業種は全然違うから、なかなか理解してもらえないんですけど、やっぱり声優のことは声優の人に聞くのが一番だなってすごい思うので、サロンやった方がいいですかね。いや、そうだね。人を集めればいいんだよね。集める。自分より新人の子たちをこう集めて囲う。そこに悪はなく、ただクリーンな集まりとして。無知だからこそクリエイターとかも商いのこととかわからないと、そうですよね。結局絵が好きでやってるって方が結構多いと思うので、さらにそのステップの上のそれで食っていく、儲けるっていう意味だと、あんまりまだ知識がない方も絶対いますよね。もう何十万単位で払うことは絶対にないけど、オンラインサロンとか、有料で何かこう教えるセミナーとか、もう1000円とか2000円とか3000円ぐらいしか取らないですよ。それはお安めですよね、結構。なんか私の勝手なイメージでごめんなさいなんですけど、すごい高いイメージがあって、ああいうのってでもお高いんでしょっていうやつなんですけど、本当に1万ぐらいかかるのかなと思ってたんですよ。そんなことないんですね。いや、私もお金ないところから出身の人間なので、1万円とか絶対取れないです。高いなって思ってしまう。高いですよね。高いです、1万円って。高いですよね。1万円かってなっちゃいます。私とか両親がある人っていうか、苦労してここまでやって、どうにかみんなにも何か少しでも幸せになってほしいとか、なんか自分の失敗を繰り返さないようにしてほしいみたいな人は、金取れないとは思うんですけどね。なんか高額のセミナーとかあったら逆に教えてほしい。行ってみてどんなもんかっていうのを聞いてみたいですよね。どういう感じで集客してるのかを知りたい。なぜその人に対して10万円払ったのかっていうことも知りたいですよね。知りたい。何かありましたら教えて。教えてください。私は調査していきます。お金をかけなくても、今の時代 SNS があるから、うまく使っていくことによって、誰でもバズらせることはできるってことですか？いやもう、本当にその通りで、フォロワーさんが多ければ多いほど、自分が広告塔となれるみたいな。確かに。PR 案件が今結構熱いというか、私はね、原稿料ほぼない状態で漫画描いて印税でっていう昔ながらのやり方を結構やってるんですけど、フォロワーが5万とか10万とか漫画家さんだと結構多い方がいるので、そういう方は1枚の単価がめちゃめちゃ高いんです。原稿用紙1枚。そうなんですね。1枚で単価が変わるんですか？そうなんです。フォロワー数みたいな。私ですら1枚7万円。高い4枚だと28万。1投稿28万円。うわいいんですよ。もっともらって。いいんですか？交渉とかもありますけど、だいたいフォロワー数みたいなところで計算するのがありかなと思うので、で、自分のすごい得意なジャンルみたいなのが、例えばゲーム実況とかだったらゲームのことに関してはめちゃめちゃフォロワーさんもたくさんいますと。ゲームについてすごく興味がある人たくさんいるから、ゲームのお仕事が来たら、普通のものよりも高く取っても私はいいと思った。なるほど。自分の価値を自分で決定づけることができる。そう。この前は5万円でやったけど、ゲームのことだと
と自分は専門なので、もう少し取れるかなみたいな形で交渉してもいいんじゃないのかなとは私は思います。なかなかでもそれできる人少なくないですか？もっとちょうだいみたいな。それはもう先生の人柄ですよね。この5万円でお願いしますって言われたら、あ、5万円かって思ってやるタイプなんですよ。多分もう決められた値段に対して、もうちょっとくださいってあんま言えないタイプなので。話に言ってみる。私これぐらいでいつもやってるんですけど、このぐらいの金額感はどうですかもありですし、もしじゃあよくわかんない案件が来るとするじゃないですか。私はちょっとこういうのはやらないんですけど、美容とかダイエットのものってないですかっていうふうに聞くと、ありますよみたいな形で、なんか違うものが出てきたりとか、とっておきの案件が出てきたりとかするので、聞いてみるもんですね。そうなんです。相手はやっぱ人なので、金額が合わないだったりとか、もしその商品が合わないだったりとか、そういった場合は結構直接自分はあんまりこういうの得意じゃないからやってもそんな結果が出せないと思うから、もし違う部分でこういうのがあったら自分にまた声かけてほしいとか、そういうふうに言うと担当者さんもこの人にはじゃあこういうの頼んでみようかなとか、アンジュ先生はこういうのが得意だから次はこうしようみたいな。そうこういうふうにやればやってくれるかなっていう信頼関係も交渉でなんか嫌われるとかじゃなくて、信頼関係を築くような返答を普通にしていく。なるほど、先生自分のマネジメントめちゃくちゃ上手ですね。話聞いてて自分の強みとか、向いてる向いてないをはっきり分かってらっしゃるから、売り込みがうまそう。売り込みがね、うまいかも。その先、その絵とか漫画とか、その他のなんかやりたいことも全部言えるんですけど、自分の長所とやりたいことと、まだ実績はなくても、がちゃんと言える。自分の売りはこれだよ。フォロワーさんはこういう人が多いよっていうのを言えるだけで、じゃあこれがあったらこの人連絡しようっていうのが担当者さんに働くので、そっかそっか。そういった意味でもお金を稼ぐっていうところはちゃんと自己アピールっていう、ね、自己アピール。逆にあんまり営業はしない。出版社さんとか広告会社さんとかに自分のポートフォリオみたいなのは私、あんま送んないんだよね。私そっちのイメージでした。作家さんって結構こんなんやってますみたいな風に自分の出版したものを配ってるイメージだったんですけど、ではなく自己アピールの方が大事。そう、なんか待ってるこうやってなんか SNS で動かないわしはこういう人間じゃーって言って来る。そうこういうのを拝見してちょっとお願いしたいと思ってとか、こういうのあるんですけども、やっていただけませんかみたいなのがあるので、好きなものとかやりたいこととかをちゃんとまっすぐ発信すると、それにブレないようなお仕事だったりとか、後からついてくる。それやりたいみたいなものが来るし、かつ自分の得意だったらさ、最初駆け出しは難しくても、何が得意かもまだ分かってない方もいますもんね。ちゃんと自分で把握することと、把握できてね、なんとなく絵が好きですとか、漫画が好きですとかだったら、もしその仕事が自分の目の前に来たら何でもやってみて、これめっちゃ時間かかるやんとか、1時間で終わっちゃったけど3万円もらっていいのみたいなそういうのをちょっとずつでいいからなんか見つけると、最初は難しいかもしれないですけど、1本で食っていけるみたいな。自分に向いてるものを探すのって大変だけど楽しそうですよね。クライアントさんがどこに自分の価値を見出してくれてるのかみたいなのを知れると自信にもなるし、頑張ろうってなりますよね。いい仕事をすることでいい結果が出て、その先もっといい仕事が来るのが私のイメージだし、それにバッファーをかけるのが SNS でちゃんと自分がやりましたっていう足し算じゃなくてもはや掛け算自分に返ってくるのかなとも私は思うし、控えめな方が多いので。そうですね。謙虚な方が多いですよね。私ですらこれでも抑えてる方をもっとやりたいなみたいなありますけど、控えめな方の控えめってすごい控えめだと思うので、私はなんかどんどん発信してった方がいいのではないかな。じゃあ A さんのアイコンやりました。3000円でアイコンやりました。A さん SNS 頑張りたいからアイコン依頼しました。3000円安いなって思ってやるじゃないですか。A さんがめっちゃ頑張ってめちゃくちゃ有名になったとするんですか。この人がじゃあ自分で YouTube やりたいから YouTube のサムネ用のイラストを10枚お願いします。当時3000円だったんですけども、もう上がってますよね。5000円になりましたって言っとけば、5000円をじゃあ10体お願いしますみたいな。5万円になって、じゃあその人が書籍を発売することになりましたと。自分の顔を全部このイラストレーターさんお願いしてるので、表紙も中の挿絵も全てこの人にお願いしますっていう風な仕事に発展する可能性もあるし、例えばこうグッズの販売になったりとか、そう
そういうのも全部含めて印税とか出てくるので、確かに。いやー、夢がありますよ。夢がありますね。何が起こるかわかんないですね。そうなんですよ。これ3000円の仕事かって思ってるものが、どんどん大きくなって繋がっていって。A さんの紹介で B さんが、そのイラストを自分を頼みたいみたいな。それは本当に大事だと思います。ね、絵師さんとかって結構コミュニティが出来上がってるというか、なんか〇〇さんが描いてるアイコンの〇〇さんいいなみたいな思うこともあるし、で、こことここがまた仲良かったりすると、仕事がどんどん幅が広がっていくじゃないですか。そういうところ大事ですよね。大事なんだよ。人が見ていいなって思うものだったりとか、逆にこう紹介してもらえるような仕事をするっていうか、なんかそういうのをすれば別に電話営業しなきゃいけないとか、私はやったことないね。SNS を駆使して生きてきたんですね。そうなんです。そうなんです。ファンがつくみたいなところももちろんあるけど、仕事に持っていくみたいなところ、プロとしてやっていくみたいなところは、悪い作品は自分のクリエイティブとして残さないみたいな。ちっちゃい仕事でもめっちゃ一生懸命やるのが私はかっこいいです。期待値を超える。期待値を超える。自分がもしすごい売れても超えていってれば、自分自身も、やったなーって感じになりますもんね。アンジュ先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。普段あまり聞けないお金の話とか、お金の話とかいっぱいできて、すっごいなんか勉強にもなったし、この SNS 社会を強く生き抜くためにはどうすればいいかみたいなのも分かりました。この話、私2、3時間ぐらいできますけど、今止められたので。そうなんですよ。もっと喋りたいです、私も。また、オファーください。お願いします。お願いします。ぜひお願いします。先生、告知などありましたら、ぜひこの場でお願いします。ありますあります。書籍を発売中でございます。一つは、貯金すらまともにできていませんが、お金に困らない方法を教えてくださいというですね。税理士の先生と一緒に書いた書籍でございまして、貯金するだけだと物価高いでしょ、今。高いです。物価って物の値段っていうのはね、どんどん上がっていくので、貯金を100万円してても、10年後、物価が上がると下がっちゃうんですよ。下がってきますよね。じゃあどうすればいいの？投資だったりとか、なんか難しいことはやりたくないよ、パソコン見てられないよっていう人のために、こうズボラな投資だったりとか、そのイデコとかニーサとかいわゆるものがあるんですけど、そういうのを紹介するような漫画の書籍。なるほど。漫画だから多分気難しいことわかんないよって方でも入ってきますよね。もう私が全然お金の貯金とかわからないタイプなので、私が理解するまでの過程を書いてるので、皆さんわかると思います。ぜひ皆さんチェックしてください。あと税金の方もございますので。まさかの背中なんだよね、これ。すごい。先生、背中に何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが、税金で損しない方法を教えてくださいです。そういう書籍もございまして、私がフリーランス大失敗して何十万も損してるんですけど、税金で。これも税理士の先生になんで失敗したかとか、もうありがちなものから賢い節税方法まで書いた本になりますので、ぜひこの先ね、自分でやっていきたいという方、そして副業もやってみたいなという方はですね、お金に関する書籍、漫画で楽しく読めますので、ぜひご購入お願いいたします。お願いいたします。そはい、れでは先生、本日はありがとうございました。ありがとうございました。動画を見てくださった皆さんもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。Thank you! Thank you! バイバイ